どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、栄誉バトルの立ち回りについてやっていこうかなと思います。今流れてるのが、ちょっと前にあった栄誉バトルで、S2C さんと、あとは AMG ですね。そことメインで戦った回になります。ちょっとこちらの方を見ながら、栄誉バトルの立ち回りについてお話しさせていただきたいと思うんですけども、その前に1点、お伝えしたいことがありまして、前回、栄誉バトルの基礎と、事前準備について、解説させていただきまして、この動画をご覧いただく前に、そちらの基礎と、事前準備編をご覧いただいた方が、この動画をより楽しめるかなと思いますので、概要欄にリンクの方を貼っておりますので、そちらを先にご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、前置きはこのくらいにしておいて、やっていこうかなと思うんですけども、栄誉バトルは、相手の兵隊を、キルしたことによって獲得できるキルポイントと、エリアを占領したことによって獲得できる、占領ポイントの、2つがあります。で、このキルポイントって、キルをすればするほど、そのキルに対して獲得できるポイントというのは少なくなっていきます。どういうことかというと、最初は100万人キルすれば、何万ポイントと稼げていけても、すでに何千万も、キルした後だと、100万人キルしても、1万ポイントも稼げなくなるみたいなイメージです。なので、最終的に、上位に入っていくには、占領ポイントも、それなりに稼ぐ必要があるのと、あるので、キルを取るのと並行して、占領ポイントを稼ぐということも、非常に重要なのかなと思います。あと栄誉バトルって、そもそも1時間あるんですよ。なので、兵隊が大量にある人以外は、もう最初から飛ばしすぎない。ここも非常に重要かなと思います。最初からもう全部隊、じゃあ40万、50万でやって、もう8部隊、9部隊、最後まで出し続けるのって、正直無理なので、リーダー付き部隊は、常に攻撃するようにして、あとは2部隊、3部隊、リーダーなしでも叩ける、攻撃部隊を出していく。で、残りの5部隊くらいは、バイカー戦とかで、もうひたすら安全なところで、占領ポイントを稼いでいく感じですね。あとこの占領ポイントも、真ん中に行けば行くほど美味しくて、一番最初から解放されているところだと、1分につき100ポイント。この砂漠みたいなところですね。で、残り時間、50分になると解放される、ミドルエリアだと1分につき200ポイント。で、残り時間40分で解放される、コアエリアだと、1分につき600ポイント獲得できるので、ただ原料貯蔵庫とか、建築物については、ポイントも高い一方、結構敵チームと、争奪になりやすいので、バイカー戦での、ポイント稼ぎはちょっと、お勧めできないのかなと思います。で、あと実際に相手を攻撃する際なんですけども、格上は基本的に下げましょう。陛下で相性有利を取ってれば、話は別なんですけども、基本的には勝てないです。相手にポイントを与えるだけになってしまうので。あと攻撃したエリアにいる相手をすべて撃破すると、そこに駐在することができて、そこを1分間占領すると、自分の組織の領地にすることができます。ただこの1分間っていうのが意外とミソで、結構相手が取り返しに来ることってあるので、ただそこを、リーダー付き部隊で倒してたとき、なかなかその1分ってもったいないんですよ。なので、その状況に応じて、あえて、じゃあ自分の、ライダー1000部隊をそこに駐屯させておいて、自分のリーダー付き部隊は、他の攻撃に回していったりしていくなども、かなり重要なのかなと思います。結局、リーダー付き部隊が一番キル取れるので、リーダー付き部隊をもう常に戦わせていくことを優先していきましょう。あとは、勝っても、残ってる兵数が20万とか、少なくなってしまった時あると思うんですけども、こういう時はもう撤退していって、兵隊をマックスの状態にして再度出撃させていきましょう。兵数が半分以下の状態で戦っても、勝てる時は勝てると思うんですけども、その分、相手をキルできる人数っていうのはどうしても減ってしまいますし、負けてしまうことも結構あるので、相手を1部隊、2部隊倒して負けるんだったらともかく、1部隊も倒せないとなると、ほんと稼げるキルって、ほんとビビたるものになってしまうので、そうなると本当に進軍時間がもったいなくなってしまいます。
なので、無理せずに撤退していって、もう万全の状態で戦っていくのが良いのかなと思います。また、合わせて、テクニックとして、なんか10万くらい、兵隊が残っちゃう時とかあると思うんですけど、そういう時はもう、あえて超格上に突っ込みましょう。そうすると、部隊が全滅してくれることが結構あるんですよ。そうすると、何がいいかって、撤退時間をゼロにして再出撃させることができるんですよ。兵隊はもちろんもったいないんですけど、この出撃時、撤退時間をなくせるっていうのが、もう本当にでかいので、一つの戦略としてかなりありなのかなと思います。また、リーダーなし部隊を使って戦っていく場合なんですけども、各部隊を、チリジリにさせて、攻撃させるもよし。で、ある程度、一箇所にまとめて、占領するもよしというところで、正直これはどっちでもいいかなと思います。ただ仮に、一箇所にまとめたり、リーダーなし部隊で一気にそこを攻撃するときには、気をつけるべきことがあります。それ何かと言いますと、攻撃するときの順序ですね。リーダーなしの部隊を、すべてミックス部隊にしてるなら別なんですけども、基本的に、リーダーなし部隊っていうのは単種なので、その時じゃあ仮に、最初の、最初、えっと、最初に、シューターのリーダーなし部隊を出撃させたとしましょう。じゃあその時に、皆さんが、どの部隊を2部隊目として出撃させるかをお伺いしたくて、でこの時に2部隊目を出撃させる意味って、1部隊目のシューター部隊で倒しきれなかった敵がいたことを想定して攻撃するわけじゃないですか。なので、そのシューター部隊が倒せない相手。すなわち、相手の、相手はギャングですね。なので、2部隊目は、その相手のギャングに対して有利を取ることができる、バイカーを出撃させていくのがおすすめです。で、3部隊目は、2部隊目に送ったバイカーが負けてしまう相手。すなわち相手は、シューターですね。で、そのシューターに有利を取ることができる、ギャングを出撃させていくのがいいのかなと思います。ただ、ギャングは、一番進軍速度が遅くて、バイカーが一番、進軍速度速いんですけども、速いので、そこはちょっと注意が必要なんですけども、この着弾順序って本当に重要なので、あとこれ防衛の時も同じことが言えて、こうしておけば、最初の1部隊目は倒されてしまっても、2部隊目以降が倒されるリスクを、かなり減らすことができます。なかなかちょっとこれやっていくのは大変なんですけど、少し意識していただくだけで、だいぶ変わると思いますので、いいんじゃないかなと思います。で、あと最初、時間経過に応じて、どんどん高い占領ポイントが獲得できる、中心部のエリアが、開放されていくみたいな話を、させていただいたかなと思うんですけども、残り40分までは、砂漠、1エリアにつき100ポイントの砂漠と、200ポイントのミドルエリア。正直そんな変わんないので、ひたすら戦うことを優先していいかなと思うんですけども、ただ残り40分ですね。すなわち、コアエリアの開放からはもう基本的にもう中心部優先で戦っていきましょう。そして前線を上げていって、もう安全な、コアエリアを確保していって、そこにバイカー1000の部隊を送り込んでいって、ポイントを稼いでいきましょう。このコアエリアのポイントも1分で600っていうところで、もう半端ないので、ただここはもう全チームと取り合うことになるので、かなり熾烈な争いになります。なので、近くの大してポイント稼げないエリアより、優先して占領していく必要があるのかなと思います。本当ここ重要で、組織みんなで真ん中狙っていかないと、なかなか確保することって難しいので、ぜひ組織メンバー一丸となって戦っていくのがいいんじゃないかなと思います。あとはこの栄養バトルで、偵察してから攻撃される方って結構いるのかなと思うんですけど、これ正直おすすめはできないです。なぜかと言いますと、めちゃめちゃ近くの相手ならともかく、ある程度距離があるところの相手とかだと、その偵察レポートを確認してから出撃するまでの時間に、そもそもその相手がもう相手に、他の人に倒されちゃったりとかっていうことが結構ありますし、その最初に想定してた部隊が別のところに行っちゃうことも全然あるので、本当偵察して、レポート、あと偵察してから、レポート確認してる間って、リーダー付き部隊でそこを攻撃することを前提としてたら、その間ってリーダー付き部隊が何も動けないんで、正直かなり、タイムロスが致命的になっちゃうのかなと思います。
なので、それよりももうリーダー付き部隊で、もうバンバン攻撃していただく方が、ポイント稼げますので、そちらの方が良いのかなと思います。あとは、偵察してる時間があれば、もう攻撃できそうなところをどんどん見つけていった方が、他の部隊でどんどん攻撃していけるので、ただ、その一方で、一応めちゃめちゃ強い人は別なんですけど、偵察なしでリーダーなし部隊を突っ込ませても、相手を倒せないっていうことは結構起こり得るので、そのような場合には、偵察してから、攻撃するので、全然いいかなと思います。で、最後になるんですけども、今回はあくまで、英雄バトルで、高いポイントを狙うことを前提としてお話ししてきたんですけども、戦略的に、厳しい方もいらっしゃるかなと思います。で、その方でも、じゃあリーダー付き部隊だけ戦っていって、じゃあ他はライダー、バイクの1000とかで、占領ポイントを稼いでいく。そうすることで、ポイントによる報酬ですね。12万で最大獲得かなと思うんですけども、そちら回収できるだけでも、十分自分の成長につながりますし、あとあまり強くないうちからでも、英雄バトルの経験を積んでいくことで、強くなった時に、じゃあ周りの同格のプレイヤーより、多くのポイントを稼ぐことができて、ランキング入賞を狙っていけるかなと思いますので、ぜひ積極的に参加していただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、こちらで栄養バトルの解説については以上になるんですけども、栄養バトルって、なかなか難しくて、しかも拘束時間がもうめちゃめちゃ長くて、大変ではあるんですけども、強くなるには正直避けては通れなくて、ただ、慣れていけば、かなり楽しいコンテンツなので、ぜひ今回の動画が、参考になれば嬉しいなと思います。また、このゲームの、最強組織を決める、最強栄誉の、シーズン2ですね。そちらもこの動画がアップロードされた後、少ししたら、どんどん開始されていくので、ちょっとルールの方で、一悶着あったみたいなんですけども、ぜひ、楽しんでいけたらなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。参考になりましたら、チャンネル登録および、最近 X の方も始めたので、概要欄よりフォローしていただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。